Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. Get back! Get back! Who the hell puts an evac station up 30 flights of goddamn stairs? Come on, Coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. Hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Stop the bombing run! It's got me! Hang on! What the hell? Holy shit. Hey, kill all sons of bitches, right? I have not come this far to die now.はい、どうもどうも皆さん、はじめまして、こんにちは。私、チョアピーと申します。よろしくお願いします。私、チョアピー、今回からゲーム実況をね、主な動画として上げていきたいと思っているんですが、そんなチョアピーのね、初投稿となります動画でやるゲームはこちらの、レフト4デッド2となっております。でね、レフト4デッド2が一体どんなゲームなのかと簡単に説明しますと、オープニングでもね、先ほど見てもらったオープニングでもね、ある程度わかると思うのですが、こちらね、大量のゾンビを相手にね、ゴールを目指す FPS アクションゲームとなっております。でね、なぜね、初投稿でやるゲームがレフト4デッド2、なぜ2なのか、前作のレフト4デッドじゃないのかっていうところはね、レフト4デッド2になってね、武器が結構追加されましたね。前作の3倍ぐらい追加されまして、こちらね、通常のゾンビとは他に特殊感染者という能力持ちのね、ゾンビが、出現するんですけども、その特殊感染者の数がね、レフト4デッド2は、3種類ほど増えております。でしかもこちらのキャンペーン、実はレフト4デッド、前作のレフト4デッドのストーリーもね、全部収録されております。そんな理由でね、レフト4デッドをやるよりレフト4デッド2をやった方が全然効率的というか、
いいのではないかという理由でね、いきなりレフト4デッド2を初投稿で実況していきたいと思います。そんなね、ガヤガヤ言ってもしょうがないので、百聞は一見にしかずということでやっていきましょう。シングルプレイヤーですね。あいにく友達がいないのでまあそんなことは置いといて、はい、こちらの、ストーリーかなりあります。でね、こっちのノーマーシーとこのデッドセンターね、この映ってる人がね、ちょっと画質荒いですけど、映ってる人4人がねちょっと違うと思います。これ、こっちのデッドセンターが今作レフト4デッド2の主な主人公たち、生存者たちですね。でノーマーシーのこの4人が、前作で出たレフト4デッドの主人公たちとなっております。でね、はじめということでこのデッドセンターをやっていくわけですが、このデッドセンターね、先ほど見てもらったオープニングの、続きとなっております。チャプター1、難易度はイージー、ノーマル、アドバンス、エキスパート、ノーマルでいいかな。一応ね、僕も前作はやったことあるのですが、レフト4デッド2、本作はね、ほぼ初見なのでね、ノーマルでやらせていただきます。そんなレフト4デッド2ですがね、こちらね、発売された日がね、2009年と古めのゲームとなっております。日本で発売された日は2009年の11月19日に発売されました。で、ハードウェアが Xbox 360ですね。意外と Xbox 360知らない人多いんじゃないかなと思います。このレフト4デッド2自体ね、実況してる人少ないんじゃないかなと思います。で、キャラクター、はい、これレフト4デッド2の生存者たちですね。ニック、ロシェル、コーチ、エリスといますが、こちら全員キャラにね、それぞれ設定というか、ある程度キャラ像みたいなのがあるわけですが、まずは、じゃあ一番上からニックから、ニックは、逃走中の身でサバンナに逃げてきたギャンブラー詐欺師。作中で着ている白い高級スーツは盗品ということで、こちらのスーツは盗んだものとなっております。すごいですね、ギャンブラー詐欺師ってすげえ設定もりもりじゃん。で、次ロシェル、こう一点ですね。この生存者たちの基本的にレフト4デッドもレフト4デッド2も4人の生存者で1人女性という形になっております。で、ロシェル、最近昇進してサバンナにやってきたばかりの男勝りなテレビ局の補助プロデューサー、タイアップとしてデペッシュモードのシャツを着ている。このピンクのシャツですね。デペッシュモードはイングランド出身のロックバンドということで、ロックバンドのシャツを着てるわけですね。ロックバンドのシャツを着ているテレビ局の補助プロデューサーというのは日本じゃなかなかいないんじゃないでしょうか。次、コーチは、高校の体育教師、元フットボール部のインストラクター。今作ではプレイヤーメンバーで最高齢。フットボールの体育教師だったんですね。最高齢。こちら最初のバルブの
画面でも出てきた後頭部にバルブがついてるキャラと一緒なのかわかんないですけどまあそんなことより次、エリス。おしゃべりな機械工の青年、メンバー中最年少。セーフルーム内にいるときに親友について無駄話をすることがある。特に全員年齢は書いてないですね。一応コーチが最高齢でエリスが最年少ということになっております。でキャラクターの方はね、ギャンブラーで、一応僕とねシンパシーが感じるニックでいきたいと思います。はい、ゲームスタート。こちらレフト4デッド2の舞台はアメリカ南東部なんですね。ウイルスによる凶暴化した感染者が徘徊する。特に何のウイルスのせいとかどこの研究所とか書いてないっすね。 Something was supposed to be saving our asses. Looks like their plans have こ changed. ちら先ほどのねオープニングの続きとなっております。スチーム版のねレフト4デッドはプレイステーション4のコントローラーでもできるので、ちょっとそっちの方も試していきたいんですけど、スチームインパクト、あ、これですね。プレイステーション4のコントローラーで、すげえ音する。もやーんって音する。もやーん。1、ファイヤー。一応ボタンの位置も変えられるみたいですね。で、一応こっちの方はある程度最初に設定してあるので、できるのかな。お、これコントローラーですね。こっちマウスです。ちょっとマウスの方が早い。で、まあ今回はちょっとコントローラーの方でやっていきたいと思います。はい。Here I am. 僕はここだ。で、こちらアイテムの救急キット回復ですね。で、前作のレフト4デッドはね、実はこのハンドガン拳銃を二丁拳銃することまでしかできなかったんですが、今回はこの二丁拳銃の他にこういう風に近接が追加されてます。近接が追加されています。こちらね、何度振っても何回ゾンビに当てても壊れないね。結構強い。で、一撃必殺ですかね、確か。通常ゾンビ一撃必殺となっております。今回最初なので二丁拳銃でいきましょう。しゃがむ。前作からそうでしたが、このねしゃがむの動作をすると命中率が上がる仕様になっております。真ん中の十字が狭まってるのがわかると思います。基本的にねこうやってしゃがんで打つのがいいのではないかと。あとこれですね、これ殴るですね。ゾンビが大量に来た時にこれをやったりしてゾンビを押しのけて一旦距離を取ってゾンビがよろけてる間に撃つといった動作になりますね。テクニックです、一種の。そんなことより行ってみましょう。行かないのかな。あ、来た。早速ゾンビの声が聞こえるんですが、お、いる。これですね、殴る。
近い。フレンドリーファイヤー FF はね、今回というか難易度によってダメージ量が変わるみたいです。イージーだと FF0 ダメージだった気がします。このゲームこういう風に定期的にラッシュっていうこういう風にゾンビの大群が来る仕様になっているので、早めの行動が命となっております。いきなり来た。いてー。今この先ほどの上の男性の方は特殊感染者のブーマーといってね、こういう風に緑の炭汁を浴びせてくるわけですが、こちらの炭汁なんとゾンビを引き寄せる効果がある厄介な代物でございます。でもう一人ね、飛びかかってくるなんかすごい軽快な動きの人がいたと思うんですが、そちらはハンターといって、ああいう風に飛びかかって高速攻撃を仕掛けてくる特殊感染者です。こちらアドレナリンですね。アドレナリンはコーチにアドレナリンは何アドレナリンはなんか時間経過で消費する体力を回復した挙句なんと一定の動作が速くなるというね、例えば回復ですね、回復の動作とかが速くなるといった特殊な効果が得られる便利用品となっております。こちら特殊感染者のジョッキーですね。さっきのハンターと似たような飛びかかり攻撃をしてきます。でもジョッキーの場合はね、飛びかかられたらなんとジョッキーの思う方向にちょっと連れ去られるというか、そういう移動系ができてしまう感染者ですね。逆にハンターはその場にとどまってね、高速攻撃を仕掛けてくるゾンビです。あ、やばい。撃たれると痛いんだぞ。痛いじゃ済まないぐらい撃っちゃったけど、このでかい片腕でかい人はね、片腕がこの異常にしぼんでて片腕でかい人は特殊感染者のチャージャーですね。突進攻撃をしてきます。でこの舌が長い人はね、特殊感染者のスモーカーで今みたいに引っ張って高速攻撃をします。でこちらはね、特殊感染者のスピッターというああいう風に3攻撃をしてくるね、特殊感染者になっております。っていうかいろいろ来すぎてもう口が乾く。でこちらサブ武器のマグナムですね。こちらハンターです。ヘッドショットで一発。一応ヘッドショットの概念もねあるみたいです。これスピッターですね。でこれがハンターです。とりあえずまっすぐ行けばいい。うっついくじ。すげえ崩れてくんな。すげえここやべえな。今スモーカーですね。スモーカーの死んだ時の煙を吸ってるとなんか効果があるみたいです。そちらはちょっとまだわかんないですね。何の効果があるのか。で皆さんお気づきの通り、こちらのサブ武器マグナムとハンドガンは実はね弾数無限となっております。便利ですね。どこの弾でしょう。どこの弾でしょう。なんか下ネタ見てたらやめとこう。でこのチャージャーはね、体力が高めに設定されて、特殊感染者の中でもね体力が高めなのでね、ちょっとああいうところに近づかれると一気に不便具が悪いです。
と来てるいろいろ来てる。やべ。こういう風にジョッキーはね、こういう風に連れ去ってしまうわけですが、こういうところだとね、ジョッキーやチャージャーといったね、突進攻撃をしてくる人はね、脅威ですね。で、先ほどね見た通り、こういうところに落ちてしまって崖に捕まった状態になるとね、他の生存者たちに救出をしてもらわなければ生き返れないといった仕様になっておりますね。また4人とも行動不能状態になると、ゲームオーバーとなっております。なんか適当に進んでるけど、こっちでいいのかな。めっちゃ煙出てる。これブーマーじゃない？これブーマーだわ。すげえなんかアホ臭かったな、今の動画。50個か？いけ！お前なんか煙出てるの何なんだろう。普通に炎出てきたし、体力少ないんだからやめてよ、そういうトラップとか。どこ行けばいいんだろう。そうだ、説明するの忘れてた。意外と来てんだよな。こちらのね、投擲武器、これ投擲武器なんですが、投げた場所にね、ブーマーの炭汁と同じ効果を発揮する投擲武器となっております。その箇所にゾンビが、投げた箇所にゾンビがね、いっぱい集まってくるっていう便利な武器です。こちらのこれ鎮痛剤ですね。実は前作からあった一時的な体力回復、時間経過で消費する体力を回復する薬ですね。回復アイテムです。飲むとこういう、こっちじゃねえや、こっちだ。飲むとこういう風にね、右下の自分の体力がね、時間経過で消費する。時間経過で消費する体力をね、増やすことができます。でね、鎮痛剤の場合は、50回復で、回復力が50と多い代わりに、特別動作が速くなるといった特殊効果はないようになっております。で、こちらはパイプボムといって、前作からあったアイテムの一つですね。投げたなんかピッピッピッって音をね発しながらして、その音で引き寄せられてね、ゾンビがで最後に爆発するといった、こちらのなんかラッシュに対抗する便利アイテムの一つです。イエーイ。ありがとう。あの突進に当たるとそのまま連れ去られてしまいます。高速系のやつらが押し寄せてくる。はい、こういうのだ。こういう風にね、音を出してゾンビを集めて最後にこういう風に爆発するわけですね。どこ行けばいいんだろう。あ、チェーンソーだ。これ絶対強いでしょ。なんかいてぞ今。さすがチェーンソーだぜ。なんか今エレベーターが光ってた。
Adrenaline shot here. アドレナリンね、どんぐらい速くなるのか。これ結構速くなっています。なんか移動速度じゃわかんないかな。あ、ここっぽい。回復速度ね、これ、こんぐらいの速度です。で、これアドレナリンが切れた速度ですね。全然違います。わかりやすいですね。意外と効果時間短いですね、アドレナリンの。Everyone just calls me Coach. Hey, name's Rochelle. You? Nick. Not that it matters, because I think we should split up な when んか this 自己 thing 紹 opens. 介のんきにしてるけど、めっちゃ曇ってきたよ。 Get ready. I get the feeling we might have これ company when this 死 door ぬで、 opens. これ。テコの原理で扉をこじ開けよう。感染者の群れが来るぞ。戦闘準備。テコの原理で扉をこじ開けようって何で開けんのよ、テコの原理の。こうないよ。奴らが来る。おー、燃える。こういう時にね、パイプボムをあっちラッシュにね、パイプボムとか投擲を使ったりしたら、こちらの損傷なくラッシュに対抗できるわけですが、どうしてるの？すげえ治療してくれる NPC。 こちらの NPC 全部コンピューターだ。まあそれそうか、一人だもんね。コンピューター優しいよ。治療してくれるよ。でも自分でします。あ、来ました。こちらプライマリですね。プライマリ武器、サブマシンガンで、プライマリ武器はね、弾薬に制限があります。実はサブマシンガンいいね。 Search these rooms. Might be something we can use. ハンドガンだ。何これ。いて。あ、回復だ。ラッキー。ここじゃない。あ、ショットガン。 Shotgun. ショットガン。ショットガンでいこう。ショットガンとチェーンソーとか最強じゃね？こっちでいいの？なんか、こっちっぽい。まあね、このショットガンの72発、意外と多いんじゃないかとね、感じる方もいますが、実はこれね、ストーリーつうか1個の面をね、通してやると意外と少ないので、こう、サブ武器を使ってね、弾薬節約をしたりしながらうまくやりくりしていかないと、弾切れを起こしてしまうわけですね、すぐに。意外とね、これ中に転がってるんですけどね、こういう武器は。気にせずどんどん使っていったらいいんじゃないですかね。僕の勝手な、前作から来た勝手な経験値とか、ものを言う。すげえ煙いけど、もう今頃絶対倒れてるよね。ジョッキー。煙くて何も見えん。ミシェルがハンターを殺した。ナイスー。やべえ、危ねえ今。FF もね、痛いんでね、結構。あ、これあれですね、救急キットのランの代わりにね、持てる死んだ生存者を復活させることができる AED ですね。 AED。 なんかこれいいかな。あ、これゴールですね、セーフルーム。なんか燃えてますけど。
かショットガン当たんねえわ。全然。説明しながらやったらあっという間にセーフルームに着いてしまった。最初の面だしこんなもんかな。あ、あれか。コンピューターの皆様、ドアを閉めてくんないようです。あ、最後にスコアが出るみたいですね。まあ、前作もそうだったか。特殊感染者ハンター。全部俺じゃないですか。ちょっと。どうしたんですか？コンピューターの皆さん。もう次の面が始まっちゃった。まあ、そんなことより次の面が始まってしまったので、まあここらでちょっと終わっとこうかなと。一面一面でね、ちょっと区切っていこうかなと思っています。最初の面なんでね、意外とこんなもんじゃないですかね。ほとんど説明で終わってしまいましたけど、意外とこんなもんでしょう。はい。こんなもんだ。決して僕の実況力が下手だったわけではない。こんなもんだ。まあそんなね、言い訳は置いといて、じゃあここらで終わっときましょう。はい。では皆さん、またねー。